皆さんこんにちは、今回は久々のツーリングの動画となります。で今回は、アルファ仲間とバーベキューですね。天気はちょっと微妙な天候になってしまったんですが、ギリギリ雨は降らないと期待して講習できてます。雨降ったら N ボックスで行く予定だったんですけど、降らないことを祈ります。で珍しく、高速乗っちゃってますけど、ここまで、下道で来ました。ここどこだろう、どっかわかんないですけど、高坂サービスエリアで待ち合わせなんで、地区間だけやむなく高速乗ることになります。早くもちょっと高速は混み始めてる感じですね。下道でここまで約2時間ぐらいかかりましたけど、スムーズでしたね。下道は基本渋滞ないですからね。さんがサービスエリアに着きました。8時半集合で今8時32分。若干さっきスマートインターの入り口で前の車がちょっと ETC カード逆にでもさしてたんですかね。ちょっとロスしましたけど、大丈夫でしょう。みんな揃ってますね。多分最後かもしれないですね。普段 GR ガレージで、メンテしてもらってて、スープラを見る機会は非常に多いというか、ほぼほぼ毎週のようにスープラを見てるんですが、やっぱり動いてる姿っていうのはまた違いますよね。止まっ
ってるのをこう眺めてると、人間、生き物もそうですけど、寝てる姿と起きて動いてる姿って全然イメージというか雰囲気違いますよね。やっぱり車は生き物っていつも思うのが、やっぱり動いてる姿が本当にかっこいい。なんでですかね、こうやっぱり動くと車体に映る周りの景色がこう動く流れるんで、ボディラインがまたなんていうんですかね、その一瞬でいろいろなデザインを見ることができるというか、いろんな角度からのこのボディのデザインを感じることができるからかな。ね、こうかっこいいですね。後ろに GT のさっきのクワドリフォリオオーロが来てくれましたね。でトランクのこの後ろの面積がすごい広いですよね。これが結構賛否両論もあったりするんですけど、私大好きで、そこへ来てこの非常に小ぶりなテールランプ、可愛いですよね、光ると。大きなテールもちょうど光ってきましたけど、小ぶりのテールランプにエンブレムも、一世代前なんで割と小さめのエンブレムで、あんなちっちゃいエンブレムなのにすごい目立ちますよね。やっぱりこうごちゃごちゃ感がないというか、シンプルなのにすごい主張してる。これがアルファロメオのデザインですよね。チェントロスティーレなのかな。バンパーの下の方についてるリフレクター、左右のリフレクターと反射板ですね。反射板と右がお大丈夫かな大丈夫かな。後ろから見て右がリアフォグで左がバックランプですかね、多分。確か。あんまり GT の後ろ姿、動いてる後ろ姿見たことなかったんですけど、そういうところもデザインされてますよね。本当にかっこいい。また欲しくなっちゃいますよね、こう見ても。乗ってると分かんないですかね、自分のリアのデザイン。でもさっきもスープラのお尻を見てた時と言いましたけど、やっぱり動いてるアルファっていうのが生きてるアルファになるので、足の動きとかそういうのも見てて楽しいし、やっぱりそうですね、後ろがこう面積がすごい広いんで、街路樹のこう映り込みなんかもすごいわかるし、デザインがわかりますよね。完璧な平面ではないですけど、
怒られんのかな。怒られんの承知でいますけど、カピバラみたいですね。かわいい。かわいいけどかっこいい。いやー、今日はやだな。全然雨雲ですね。ボックスで来ればよかったかな。今日は晴れ女の相方さんがいないんで、私も晴れ男なんですけど、私の相方は最強の雨女じゃないよ、晴れ女なんで、大概晴れるんですよね。一緒にドライブ行くと。晴れ男と晴れ女なんで、まあ雨降られることまずないんですけど、今日は残念ながらお仕事で来れません。私単独参加です。いや、天気は良くないんですけど、いい感じのワインディングですね。なんかツーリング久しぶりだな。置物系のイベントばっか行ってたんで、ずっと天気はこれなんですけど、やっぱりツーリングは楽しいですよね。アルファ仲間とのツーリングっていうのは、なんだろう、不人気メーカー同士こう集まって傷を舐め合いながら走る感じって言ったらまた怒られますかね。でも実際アルファロメオを買う人っていうのは本当よっぽど好きじゃないとね。その人はやっぱり会社で言えばメルセデスとか BMW とかアウディとかそういうところ行くと思うんですけど、あえてそこアルファロメオを買うっていうのはまあ変態ですよね。変態だし走るの好きで、本当会話してて楽しいですね。変態トークなので気が合うというか、もうまさに気が合う、気の合う仲間って感じですね。前にアルファ軍団本体追いつきましたね。およそ40メートル伸びて東を進み、エンブレム変えてんのかな。すごい綺麗ですよね、エンブレム。なんだろう、やっぱさっきも言ったけど、このテールホンマー、リアのハッチの面積に対してこの派手なエンブレムが目立つからですかね。かっこいい。これだけ離れててもエンブレム分かります。シンプルなテールのデザインに対してごちゃごちゃしたエンブレム、ごちゃごちゃしたっつって言い方あんまり良くないかもしれないですけど、アルファロメオのエンブレムってシンプルじゃないですかね。最新のエンブレム、何年か前に変わったエンブレムはだいぶ簡素化されてるんですけど、古くなればなるほどなんかごちゃごちゃしたデザインで、そのごちゃごちゃしたデザインになればなるほどやっぱかっこいいんですけど、やっぱりこの私の方針と同じなんですけど、金縁のエンブレムがいやらしくてかっこいいですよね。高級感もあるし。さあここで
若干の買い出しですね。そうだね、なんかね。エンブレム。ああ、すごいすごい、なんか新ちょっとフロント空気圧低くないですか？こんなもんですか？これ多分もともと色が褪せちゃってる。ちょっとでもちょっと純低いです正だと思う。個人でワンちょっと穴開けときますかじゃあ。こっちはそうでもない。まさかパンクない。いやあれですよ。あれちゃんと純正のやつ。ちょっと低い。低いやつ。6000円ぐらいでしょ。低いな。なんだこれ。 1.5 ぐらいに落ちてそうな。そうですよね。最近ね。もうやんないと気が済まないよね。病気なんすね。あんまり磨きすぎちゃって、あれないじゃんからさ。そのぐらい磨いちゃいますから。そんな透明な高級ゴルフはね。まずこれやりましたよ。まずやりましたよ。今度の前の車は159ですね。しかも貴重な珍しい白。白い159。しかも TI ですね。TI というとジュリアスーパーの TI をこの間のカフェドジュリアで教えていただいたジュリアスーパー TI 思い出しますね。なんだっけな、ツーリスモインターナショナルみたいな、確か国際規格のツーリングカーレース、ツーリングカーの略ですよね。まあ、いわゆるスポーティーグレードになるんですよね。いいですよね、かっこいい。日本車だとこう何でもかんでも R とかつけるっていうか、まあ分かりやすいこうレーシングのイメージ R ですけど、アルファロメオは R じゃなくて TI スポルティーバとかベローチとか、そういうグレード名がおしゃれというかね、かっこいいですので、ジュリエッタ147-159-159で後ろははぐれちゃいましたね。そんな感じで、次は道の駅上野、さっきの中間のミーティングで誰かが上野駅ナビをセットして上野駅をセットしちゃってたみたいですけどまあ一人だけはぐれて上野駅行ったら面白いですけど、まあさすがにね、それは冗談でやってたと思いますけど、まあ冗談かな、冗談でやらないのがアルフィスタですよね。本気で間違えたり
する人いますか？この雨雲は晴れるんでしょうか？幸いさっきまでちょっと雨パラついてたんですけど、雨今止んでますね。これから山の上行くから悪化するかもしれないです。安全運転で行きましょう。スパイダーってかなりサスペンション柔らかいですね。このボディのデザインと相まって、その加速するとリアが沈み込んで躍動感がすごいですね。これはまたスパイダーのシリーズ3スパイダーの魅力を発見しましたね。まあ不人気と言われるこのシリーズ3ですけど、悪くないですよね。かっこいいですよね。このシリーズ2とシリーズ1、2がかなりこうクラシック寄りで、シリーズ4はかなり現代寄りなんですけど、その過渡期に当たるシリーズ3、インジェクションになった最初のスパイダーなんですかね。インジェクションって誇らしげに書いてますよね。過渡期のスパイダーですけど、この魅力は気づかされましたね。このテールとかウインカーもまたクラシカルでいいですよね。なんかまたこの電球がいいですよね。優しい光り方で。というわけでバーベキュー会場となるマホーバの森キャンプ場到着です。
顔並べて。はい、どうしようか。前にじゃあほら。前にだからやっぱりレディースが。いやレディース。あ、本当だ、すごい。入ってなんかいやでもここあなんだ入んなきゃダメだ。入んなきゃダメなんだみんなこういう形でさこんな首だけ恥ずかしい怖いよね前。ジュニアどこ行った？こんな間が悪いやつだなもうザギザギじゃあ撮ります。はい。これでどうしてもね、愛ちゃんと愛ちゃんの奥さん、そうだね。大事だよ。大事。愛ちゃん早く。記念に残さないともしかして来年分かんないけどねもういいもう急に怒ることだよいや。いいんじゃないまたまたなくていいから。こんなのベッタに言われんだからさ。どうしよう。めったにないよめったにないよ全くないよちょっと邪魔ですよ。みんな一緒に行きましょう。いや。みんなに一緒に入るよ入るよいなくなっちゃった後で切り取ります消しゴムまで来てくれたい。家族写真みたいだよねじゃあ撮りますよ。はい。じゃあもう一枚。はい。すみませんありがとうございます気をつける。これはちょっと一回の写真の方がいいね。いいかそっか写真館じゃなんかこの写真を撮ってよね。楽にしてください。もうちょっと楽にはい。いい感じでいやもう僕が一人リーいかいもうねそういうね冗談はやめてね俺今ほら病なんだからさもう今日寝れなくなっちゃうよ
バーベキューが終わって最後の休憩場所、道の駅下仁田に向かって、いやお腹いっぱいになりましたね。肉最後焼きそばって感じで、野菜とか全く食べてないです。1個しか食べてないです。お腹いっぱいで、パンパンだとコーヒーの足はかなりきますね。いやしかしアルファロメオのコーナリングっていうのは気持ちいい動きしますよね。私のコーシーじゃなくて前の今1号9号さっきの峠道ずっと見てましたけど、なんですかね、姿勢がコーナー曲がる気満々の姿勢なんですよね。まあデザインがコーナー曲がるぞっていうデザインしてますよね。コーナー曲がるぞっていうか、コーナー攻めるぞっていう、峠攻めるぞっていうデザインしてるんですよね。前の159なんかもまあ言ってしまえばアルファロメオではの中ではセダン、普通のセダンなんですけど、まあいわゆるスポーツセダンですよね。以前の動画のクラシックロメオ、カフェドジュリアの動画でもジュリアスーパーとかありましたけど、その流れを受け継いでますよね。止まっててもなんか躍動感がありますよね、1号機のデザインというのは。止まってても躍動感なんで、それは動けばそれはかっこいいですよね。前に1号機2台いますけど、前はアルファレッド赤い1号機で、後ろがビアンコ白い1号機、色でここまでイメージが変わるのもなかなかないんじゃないですかね。本当にジュリアもそうですけど、今のジュリアも赤が似合うセダンってそうそうね、国産車ではなかなかないと思うんですけど、本当アルファロメオのデザインっていうのは赤が似合うように設計されてるのかなって思いますよね。4ドアセダンっていうとやっぱり無難なデザインを、国産車なんかはやりがちで、そうするとやっぱりカラーなんかもあんまり派手な色とかこう攻めた色だとやっぱりちぐはぐになっちゃうんじゃないかと思うんですけど、その点アルファロメオはもうデザインが攻めてるんで攻めた色が似合いますよね。なんですけどその前の1号機 TI のように普通の白、ただの白なのかちょっとわからないんですけど、さっき拝見した限りではもう本当普通の白、パールも何も入ってない白なんですけど、そうすると一気に高級感が増すというかエレガントな車になりますね、デザインは、見た目は。なんですけどやっぱり走るともうスポーティーセダンっていうか、もうスポーツカー顔負けのこう姿勢でコーナーを駆け抜けますよね。ほんとかっこいいよな。今日は残念ながら現行型のジュリアがいないんですけど、ジュリアのオーナーさんはいるんですけど、ちょっとジュリアが今手元にないんで別の車で参加されてましたけど、
これでまた現行型のジュリアがいるとアルファロメオのセダンのかっこよさっていうのが分かると思うんですよね。だからどの時代のアルファロメオもセダンはかっこいいというか、まあ、今はジュリアと159の話しかしてないですけど、後ろにいる156、これは 2.5V6 かな。ちょっと見てみますか。何シルバーっていうのかわかんないですけど、シルバーの156。ジュリアはちょっとわかんないですけど、あんまり意識したことなかったですけど。わかりましたかね、156のデザイン。ジュリアは割となんていうんですかね、整ったデザインというか、まあ、顔は結構いかつめなんですけど、全体的なフォルム、まあ、なんかちょっと偉そうなことデザインに関してそんな詳しくはないんですけど、ちょっと偉そうに言っちゃうかもしれないですけど、ジュリアのデザインっていうのは、まあ、私素人目からして見て非常に整ってますよね。どっからどう見てもかっこいいというか、外しがない感じ。どっからどう見てもセダンだし、どっからどう見てもアルファロメオだし、どっからどう、左？右じゃないのか。先に行った2台ぐらいはさっきのとこ右行ってましたけどね、またまたばらけましたね。ほんと好き勝手いきますよね。団体行動ができません、アルファ乗りは。もうみんな好き勝手好きなように走ってます。本当にもう何で話しようとしたか。サンパールセットですね。何の話だっけな。デザインの話しようとしてましたね。ジュリアは整ったデザインって言ってましたよね。本当なんですかね、前のめりでも後ろのめりでもない、後ろ下がりでもない、こうゼロ荷重というか、なんていうんですかね、止まってても動いてても普通にかっこいいデザインなんですね。ところが156とか159なんかは前傾デザインはどうなの、実際の車高はあんまりね分かんないんですけど、デザインが前傾姿勢ですよね。要は常にクラウチングスタートというか、猫科のね動物が身をかがめてこう獲物を狙うような姿勢というんですかね。それがこの156、159の世代っていうのは、当時のデザイナーたちがやっぱりそういうのを好んでたのか、
GTV とか916の GTV とかスパイダーなんかもそうだし、そうですね。まあでもかといってブレラはあんまり前傾姿勢のイメージないですよね。あれもすごい前後整った感じっていうか、 GT もそうですよね。 GT も割とあんまり前傾姿勢っていうイメージではないですね。お尻は大きいんですけど、GTV916 系とか156のデザインっていうのは前傾姿勢な感じですよね。そこがやっぱり止まっててもかっこいいし、動くとなおさらかっこよく感じる。そういう感じですね。お疲れ様でした。やっぱり先に行ったジュリエッタとかスパイダーどこ行っちゃったんですかね。みんなが、僕らが左に行ったところを右行っちゃってましたけどね。どこ行っちゃったんですかね。まあ自由行動、目的地はまあ決まってるんで、そのうち来ると思います。これ横から見るとよくわかりますよね。というわけで休憩ポイント、最後の休憩ポイント、道の駅下仁田に到着です。はい、というわけで、今回のツーリング終わりましたね。まあ終わりましたというか、また私はこれからつくばまで3時間半ぐらい下道のドライブが残ってるんで、まあ、正確にはまだ終わってませんが、はい、一旦は中締めです。で前回かな、BVI さんのツーリングにお邪魔して、その時の帰りも感想を述べさせてもらいましたけど、今回もあえて言わせてもらいますと、本当に、まあ、ツーリングがメインなのか、バーベキューがメインなのか、おしゃべりがメインなのか、むしろツーリングはおまけと言っていいのかわかんないですけど、おまけですね。まあおまけというか、まあスパイス的な感じですね。メインではないです。メインはやっぱりコミュニケーションですね。このアルフィスタ、アルファロメオ乗り同士のコミュニケーション、それが何よりのメインですね。いや、今回も笑い疲れましたね。他のグループのツーリングは本当にやっぱり走りでお腹いっぱいっていう感じなんですけど、まあ、今回バーベキューをもうたらふく食べて実際お腹がいっぱいなんですけど、まあ人とのコミュニケーションでもう胸が心がいっぱいですね。本当に楽しかったです。
明日からまた東京でサラリーマンやります。頑張れますね。こういう休日があるとメリハリがつきますね。本当にアルファに乗ってるとっていうか、アルファロメオに乗って、乗ってなくてもアルファロメオ仲間とのお付き合いというかコミュニケーションっていうのは生活に彩りというかメリハリがつきますよね。オンとオフのそれが楽しいですよね。それが楽しいっていうかそれがいいですよね。今回はいつも一緒の相方さんが残念ながら仕事でお休み取れなかったんでお土産を買いましたね。お土産は、相方さんがこれを見る頃はもう食べきってるかもしれないですけどこれを買いました。道の駅下仁田でしか売ってないバラのジャムですね。ダマスクローズジャム。私はこれ食べたことがないんですけど相方さんが大好きで、ちょっと高いんですよこれでやったら相方さんこれなくて残念がってると思いますのでちょっと奮発してあげました。それではまた後ほど。気づいたらはぐれたと思ったら気づいたら後ろに159さんが追いついてきましたね。同じく下道で帰るんですけど、ちょっと見てみましょう。よく私ばっかり下道変態って言われますけど、なんだかんだ言ってみんな下道好きですよね。やっぱ同じですよね。高速道路ただ速いかもしれないですけどぼーっと何も考えずっていうかほぼ直線ずっと走るよりもペースは遅いですけどちょこちょこ信号も止まりますけどこういう下道の方がやっぱりメリハリがある運転ができますよね。でやっぱりこう景色の移り変わり地域によっていろいろあるし峠を走っていればまた出会いもあるしいろいろ楽しいですよね。今日は若干さっきも言ったようにおしゃべりメインバーベキューメインだったんでやや走り足りない感があるんでこう下道を一人でゆっくり流しながらアルファロメオ4シートの対話を楽しみながら帰るのもいいですよね。そんな感じでまだまだ長い道のりですけど安全運転で向かいます。つい先ほどずっと後ろについてきてくれてた159さんとお別れして
完全にぼっちになりました。いやー、ツーリングが楽しすぎただけに一人ぼっちになるとやっぱりちょっと寂しいですよね。一人ドライブも楽しいんですけどね、自由気ままで楽しいんですけど、やっぱり寂しいもんはありますね。というわけで、このまま安全運転で下道でつくばまで3時間半のドライブ、またぼっちドライブですけど楽しみながら帰りたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。